激アツな大会、2人が花咲徳栄に来年入るらしいぞみたいな、野球部のやつがブワーって走ってきてチュルンって滑ってガーって頭打って3年になってから3回しか練習してないのに深夜だけ個人戦も優勝しやがって。ウェルカムトゥリンヤチャンネル。今日は中村凛也1歳から振り返るシリーズの中学生からっていうことになります。前回が小学校まで話したんで、中学生時代から話していきます。で中学校の時やっぱいたずら好きみたいな、感じだったかな。うるさいやんちゃする仲間の中には絶対いたかな。まだガキだったからやっぱただうるさいだけだったような気がするなでも中学校の時から部活には入らず花咲徳栄高校のレスリング部通ってたんで、毎日結構ボコボコにされてたのはあったから、練習がしんどいとかで結構静かな時もあったはず。そうけど中3の時はすっげえやっぱみんなといたずらしたっすね。中1中2はどっちかっていうとなんかレスリングきちいなみたいな、頑張ってレスリングやってて、そっちの思い出が大きい。みんな中学生って何々部とか入ってて後輩できるじゃないですか、部活の。で俺はいないから後輩とか中学で、だから上下超えての関係ってないっすね、中学では。小学校ってもともとないじゃない、そういうのあんまり先輩後輩とか。だから中学の時後輩だったんだよねっていう子はいないっす。ただその花咲徳栄高校レスリング部に中学校の頃から通い出した2個下の子とかがいたんで、その子1人とか学校の中ではもう同級生のクラスのやつとしかつるまないですね、その時々は。だからなんかひたすらなんか練習きつかったなっていうイメージなんですよね。夏休みの計画表とかもだから中学校の時配られるけど、みんな何々して埋めようかなとか、部活の後何々と遊ぶとかもあったけど、ちょっと練習が大変だから計画表もらってもきちいよみたいなけど同じ境遇のやつもいたんですよ。別の中学校から同い年で学校終わったら徳栄に行くみたいな同級生のライアって子が1人いて、凛也ライアでもうセットだったんですよね。その時中1からもう毎日放課後は花咲徳栄高校行ってみたいな、そのライアとずっと いたんですよ中学校。何かとライアがセットで、うちにもしょっちゅう来てたし、金曜日の学校終わります、徳栄の練習行きます、でライアがうちに来て土日は一緒にも徳栄の練習朝から夕方まで行って、月曜日また学校行ったら、学校以外の時間ってライアがいたんですよずっと。その2人で頑張ってたんです。ライアがいたからどっか俺もサボれないっていう気持ちもあったし、その欲はすげえ強かったけど、ライアは俺よりすごいんですよ。もう新潟の家を一人で出てきて徳栄の近くの中学校に引っ越して、一人じゃその時無理だったから父親と母親がこう代わり番号で来たりとか、だから金土日はうちで見てライアをみたいな、なんかもう来てるから新潟から同じ MMA ファイターになるって言って、俺みたいなやつがこう来たんですよ。だからこうライアを抜きには語れないかもしれないです中学校時代。で毎回中学校のレスリングの試合もライアと一緒にいろんなとこ行って試合して強くなってっていうのをこう繰り返してたんです。だからこう何人か僕の中学校の友達もライアを知ってるやつは結構いましたね、仲いいやつは。ライアもすっげえふざけるから、俺以上に当時やんちゃでエネルギーの塊で練習も頑張るみたいな、いい意味でこう引っ張られつつこうやってたような感じですね。今は京都でレスリングを教えてるんですけど、彼はもう肩の手術でここもうざっくり切って
こんなんで動かない状態なんで結局そっちには行かずにいたんですけど、当時プライドがなくなってドリームっていう団体ができて、ドリームとか戦国にもライアと毎回スーパーアリーナにこう見に行くみたいなで格闘技の話してっていう感じでしたね。中3の時に全国中学生レスリング選手権大会があって、2009年6月そこで僕は42キロ級で優勝して、ライアは47キロ級で優勝して、リンやライアの努力の3年間がそこで報われるんですよ1回。僕が試合して42キロ級で次47キロ級だったんで、急いでマットの裏回ってライアのケツ叩いてライア行って、ライアは決勝で今度パリオリンピック内定してる高谷選手っているんですけど、高谷選手を持ち上げてバーンってぶん投げて優勝して、で僕は僕で東京オリンピックブレコでこの間銀取った文田って子がいるんですけど、文田選手を優勝して激アツな大会、この2人が花咲徳栄に来年入るらしいぞみたいなちょっと騒がれて記事にもしてもらったのが学校以外。でも学校ではただふざけてたんだな俺は。勉強は英語だけちょっと良くて、で他はもう普通ぐらいですね。5教科で400点を行ったり行かなかったり、それはすげえ言われてたな、圧かけられてたな。ちゃんとしなさい中3の最後終わりにありましたね、そういうちょっと恋愛みたいな。中3のそうですね、最後の方は徳栄を1回もう入学するから多分あんまり行ってなかった時期があったんですよ。監督もよしちゃんと入るってこう OK ってなってて、で僕らもまあ中学校の最後ぐらい多分そんなに行ってなかった時期があって、ちょっと高校入る前の本当の地獄が始まる前の貯める期間みたいなのが確かあって、その時とかに結構遊んだりしましたね。友達と埼玉新都心行って映画見てっていうなんか、楽しい毎日だったな。高校は部活っすね。レスリング部の3年間って感じ。本当にクラスでは結構雑魚だったんで未熟だったんで結構もう減量がもう大変だってなっててその時だからこうもう全然教室とかで目立つとかも全くなく、3年間で友達は本当に放課後遊ぶとかもクラスメートとかしなかったんで、まあひっそり部活やってます頑張ってますみたいな感じでおとなしくしてたっす。あの時は結構なんだろう、学校も教員に逆らったらすぐ指導室へ、男女交際はもちろんすぐもう停学とか、放課後男女で向かって席で話してた子2人の男女がいたりしたら携帯取り上げられてデータフォルダ全部その場で見られたり、そういうの拒否できないみたいな時代。生徒会で立候補した子がちょっとそういうのはおかしいと思うんで変えていきたいと思いますって言ったら、生徒の支持超集めてその子停学になったりとか目立つと良くないってなんか本能的に思ったのもあって、割とこう普通にしてたっすね。部活以外はレスリング部はきつい部活だから、なんかこうあると先生がレスリング部の先生に言うんすよ。中村くん授業態度が何々でとか、ちょっと居眠りしてましたとか、そういうのもあるのもめっちゃ怖いから、練習でめっちゃ疲れてもこんなんだけどとりあえず頑張ってますみたいな。でもそう早稲田行きたかったんでレスリング部で 3.9 は絶対評定取っとけって言われてて、進学コースだったんで結構勉強大変だったっすね。 3.9 はキープしなきゃみたいな。最終的に評定 3.9 で卒業して専修大学に行くんですけど、勉強もちゃんとしつつ、真面目だったな、やるな俺あの時期いろんなところにもう監督の目があるみたいな感じで生活してた。
ただそのライアは保健体育コースってもう1日4時間体育があるみたいなコースですっげえもう朝 1,2 時間目陸上3時間目水泳4時間目サッカーみたいな陸上なんか1500何本とか走らされてるんですよあいつはエネルギー余ってたんでそっちはそっちでめっちゃ頑張ってて、はい、まあ僕は僕で勉強つって頑張っててで花咲徳栄高校僕は7期生だったんですけど1期生の時からもうインターハイ全国優勝団体優勝っていうのはもうずっと目標でやってたチームで個人の優勝よりもまずもう本当チームの団体優勝っていうのにかけてやってる色が強いチームだったんで僕が中学校の時とかも全国優勝できそうなめちゃくちゃ強い先輩がいっぱい揃ってる代でもなぜか優勝できないみたいな7対7の試合なんですよレスリングの団体戦ってだから4つ取れば勝ちじゃないですか全国チャンピオンクラスが5人いる代もあったんですよそれでも優勝できないみたいな時もあって団体優勝ってすっげえ難しいなってこういろいろ思ってた中で僕らの代で新潟インターハイで初めて団体優勝しましたね、はい、結構僕らの代ってすっげえやんちゃな子多かったから学年集会みたいなのすぐ開かれるんですよ臨時学年集会また集合かよみたいなあのホールに最近廊下を走る人がすごいとかそんなくだらねえことで呼ぶなよみたいになって一回じゃあなんか取り締まるかなんかテンションになってめっちゃこうキューって曲がってる廊下あるんですよそこのカーブのところに友達でこうスポンジに水含ましてこうジュッジュッジュッつって水をまいたんですよでその廊下の後ろのベンチでこうやって廊下がもし走ってくるやつがいたらそいつ滑るだろうっつって滑ってこけるだろうっつってでこれでもうやらなくなるだろうみたいな安全は守られるぞみたいな感じで腕組んでこうやって見てたら野球部のやつがブワーって走ってきて「来た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 」って結構な勢いで走ってきてそいつがチュルンっつって漫画みたいに滑ってガーって頭打ってうわーみたいなめちゃめちゃ面白くて大爆笑してたらそいつ起き上がらなくてなかなか頭から血が出てきてておい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 みたいなこんなつもりじゃなかったみたいなでなんかもうみんなとスーって引き出したけど案の定捕まってそれはまたなんか臨時学年集会になるみたいな高校の事件忘れられない事件全国優勝したじゃないですかインターハイで団体優勝してで毎回全国優勝するためにチーム一丸とならなきゃいけないから合宿をやるんですよねインターハイの前に校内合宿みたいなのやってて花咲徳栄高校内の宿舎に泊まって朝練して授業やって午後練してみんなでご飯食べて寝るみたいなのを1階が道場で4階で寝泊まりしてみたいな合宿をやってる時にその時僕の代は北海道から120キロ級のチャンピオンが来てたんですよ同期7人いる中で俺ライや北海道のそいつが日本チャンピオンでこう3人入ってきてあと4人は他の、レスリング全国大会5位だとか、いろんな子がいる中でその北海道のチャンピオンがもう練習すごいやる気なくなっちゃって3年に上がった時から練習来なくなっちゃったんです4月5月で6月に1回来たとかなんかもうほんとそんぐらいで全国大会団体優勝するためには俺もライアンもそうだしそいつも勝たないとダメなんですよ絶対インターハイでこのままだと練習しなさすぎるからやばいぞみたいなチームもこう乱れてきてて本当に優勝今年もきついんじゃねえかみたいな雰囲気がなってる中での校内合宿で来たんですよ校内合宿にはそいつ北海道のやつももちろん道場の4階に寝泊まりしてるんだけど練習時間になっても絶対に1階に降りてきて練習しないんですよ合宿には来るけど練習しないってどういうことだみたいななんかそんなんで俺らは当時すっげえ必死でライアがキャプテンだったんですけど校内合宿の1
1日目かな、2日目か3日目か忘れたっすけど、道場に来て、その北海道の深夜が「うわ来た、練習出てくれんだ」みたいな雰囲気になったんですよ。みんなこっから一丸となってやればよしみたいになったら、深夜なんかロッカーからなんか荷物取って帰ろうとしたんですよってでライアーが「お願い深夜帰んないで」みたいな「うるせえ帰るよ」みたいな「お願い」っつって「無理だから帰るから」みたいな「やる気ねえし」みたいな「なんで」とか「なんで」とか、ライアーが最終的に深夜の足にしがみつきながら、深夜でかいからもう象の足にしがみつくみたいな「お願い深夜帰んないで帰んないで」みたいなやってて「うるせえな」みたいなドーンってやってライアー投げ飛ばして道場出てったんですよ。その時に俺の頭の中では絶対団体優勝ねえじゃんみたいなもう終わったじゃんみたいなっていう感じになったんですよ。それでもまあじゃあもう深夜抜きでやるしかないって言って練習して頑張って、試合だけはまあもう深夜に頼るしかないんです、重量120キロ級は。だからまあエントリーして試合には出てくれるんですけど、深夜はもう全勝してなんやねんそれって思ったけど、で結局団体優勝で、団体戦終わったら個人戦始まるんですけど、優勝チームって不利なんですよ。もうその時点で減量もしてるし56試合してるから、みんなこう疲れて個人戦は結構力尽きてくるんですよ。僕も準決勝で負けたんですけど、深夜だけ個人戦も優勝しやがっておい4月3年になってから3回しか練習してないのに優勝しやがって、お前何なんだよみたいなお悪いなでも熱いやつだから団体戦の時とかは「いけいけ!」とか言って一番練習しないのに個人も優勝して、なんかみんななんか煮え切らないみたいな団体優勝したけどみんな個人負けて深夜優勝していや何これみたいなあれは一通り含め事件ですね。あれは結構まあエネルギーをこうレスリングほぼほぼもう使っちゃってたから、楽しみといったら近くのスーパーでクレープ2個食べるとか減量苦しめられてたからこその甘いもんひたすら食うみたいなのに費やしてたから、もう反抗期とかもないっすよ。これがまあ中高シリーズですかね。ほぼレスリング、花咲徳栄高校に通い続けた6年間の話です。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。俺ももともと中1の時野球部なの。あ、そう野球部のやつがリー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 ゴーとかやって言って来たぞって前とかで本当に来たぞって言っておっおっおっって言ったらちょっと待って本当にもらえないよって知ってるやつだし。そう